吉永さん、こんにちは。こんにちは。今日は何を教えてくれるんでしょうか。今日は造林の、作業状況ですかね。でもうあとちょっとで植え付けも終わるんで、地ごしらえをまず最初やって、次にこう網張りですかね。網をずっと鹿よけの網張りをやって、そして最後に植え付けっていう感じでずっと3段階に分けてずっとやってきたんですけど、もうこの辺り、2丁5単ぐらいかなの作業が最後の植え付けで植え付けで終わるっていう段階に来たので、ぜひ見てほしいなと思って来てもらいました。よろしくお願いします。山を切って、今まではもうそのまま造林業者作業班にこう任せてたんですけど、なかなかその作業も、追いつかないっていうことなので、うちもちょっとやってみようかなというところで仕事を始めたところです。で、9月ぐらいからかな、9月ぐらいからずっと始めたところなんですけど、ちょっと暑い時期の造林でちょっと大変だったんですけど、2.5ヘクタールぐらい造林をすることができました。で、山主さんたちもすごく喜んでるんですけど、秋植えっていうのは、日南の方でちょっとやってるぐらいで、なかなかそういう事業体が少ないんですけど、それをこうやってくれるっていうことで、森林組合の方からもぜひ続けてくださいっていうことで言われてます。一番いいと思ってるのは、伐採とかそういう作業をしてすぐに次の作業ができる。で、そうなると自分たちも木を切る時とか下木を切る時に地ごしらえをして大変でないような、そういう作業内容に変わってきますね。地ごしらえにちゃんとしとかないと途中が分断されたりすると、なかなか一面でぐるっと一回りでできるような、そういう地ごしらえにしとくっていうこと、それと秋に植える苗木ですけど、コンテナ内でしかそれはまた許可が下りないんですけど、そのコンテナ内をうちが作ってるっていうのがあって、そうするともう秋に植えておくと4月頃植えるから、そうやね、5ヶ月ぐらいは違うんですけど、もう下刈りの時期に6月頃入った時にもうだいぶ成長していると、そういうことで下払いもやりやすいっていうことがあります。これがうまい具合に回っていくと、もう伐採から造林からっていうのが循環的に回り始めるとこなんですけど、今現況全体の現況では伐採をする人たちが多くて造林が追いつかないっていう状況ですので、これを 2,3 年置いたままに伐採をしたまま置いてると、今度は余計手がかかるっていう状況になってくるので、なんとかそういうのが打開できればなと思ってるところです。久しぶりに植えて場所の悪いところが大変なんですけど、やってきた作業員も2人ぐらい若い子たちがいるんで、要領がだいたい分かってるみたいで、もう自分たちは自分はもう黙ってても、もう向こうが今月したがいい、あん月したがいいっていうのを経験をしてるんで、そういうのも先取ってやってくれるんで、割とはかどってるとこですね。やっぱ先行して伐採だけやっていくと、伐採作業とか搬出作業だけやっていくと、後が余計に年数が遅れてきて手がいってしまう、余計造林が遅れてしまうっていう状況になってくるんで、そのあたりをやっぱ考えていかんとかなと思ってるところで、全てとは言い切れんかもしれんけど、できるだけそういう形を取っていこうかなと思ってるところですね。一つはちょっと時期的に8月9月からちょっと地ごしらえしたらちょっと暑かったんで、やっぱ6月ぐらいまでやって、それから7、8月ちょっと休んで、また10月からやるような形でやった方が、作業のなんですかね、そういう効率は上がるんじゃないかなっていろいろ考えてる。初めてなんでやってみないとわからないと。それをいろいろ勉強しながら、また
できる範囲でっていうことでやっていこうかなと思ってる。なんか吉永さん見学に来られた方がいらっしゃる。はい、広島から県職員も入れて20名ぐらいですかね。結構来たんですね。はい、バス1台で現場に来ました。まあ吉永林業の現場を見て、そして最終的な小径木加工場、今度諸塚がやり始めた加工場を見学に来たところで、まあちょっとこういろいろ聞いたんですけど、向こうはもうヒノキが多くて杉がそんなにないっていうことで、ヒノキが主な産地みたいです。で、こういう伸びた杉を見たのは初めてだみたいなことも言ってたし、まあそれと作業する時に安全管理の看板を立ててるんですけど、そういうのがもうこっちは建設業並みやねとかっていう、まあ自分たちはもうそういうので、やってきてるんで、まあそのあたりをえらい感心していたところですかね。吉永さんとこちゃんとしてるってことでしょ。いや宮崎県はちゃんとしてる。作業隊は、まあ、全部が全部じゃないですけど、ちゃんと企画を取ってる人たちはちゃんとやってるっていうことですよね。でまあ宮崎県は特にその討伐とかっていう問題で全国的にも結構名前が上がってた、国会でも上がってたんで、そのあたりを変えていこうということで氷務維新の会がそういう規定を作って、そしてマニュアルを作って、そういうのをちゃんとやっていこうっていうのでやってるんで、全国でもやっぱ初めてなかったんですかね、それを。だから熊本、大分あたり、まあ、広島もそうでしょうけど、そういうとこがこうそういうマニュアルについていろいろ勉強したいっていうところが結構あるみたいですよね。割とこうそういうことに関しての森林に対してのその伐採っていうことに対してのそういう規定っていうのをあまり作ってなかったですけど、宮崎県はそういうのをちゃんと整備してるみたいですね、今は。やっぱそうやって来るっていうことは、まあ藤掛先生っていう氷務維新の会のも宮大の教授もついてきたんですけど、そういう人たちにこういろいろオファーが来るんじゃないですかね、見たいっていう、その人たちがこう連れてきて、で現場を見たみたいな感じだったですね。だからやっぱ分からないですけど、全国的にも結構いろいろな面では先を行ってるんじゃないですかね、宮崎県は。
お疲れさんでした。どうも。お疲れ様でした。まあ今日は終わるかなと思ったけどちょっと残ったんですけど、やっぱ休憩待ちで吉川さんもなんか滑り撮影してたと思うんですけど、結構体力がいります。ですね。で今日も暑かったんで、ここは割とこう風が通らないとこなんで、すり鉢みたいな感じで湿度が高いんで、ちょっと作業的には大変かなと思いました。で米刈りの方なんですけど、今年もまあまあ毎年3単6世ぐらいあるんですけど、70票ぐらい取れまして、まあ普通単あたり20票取れればいい取れた方っていうんですか、まあそれくらいは取れてるぐらい取れてます。でもうちょっと大きくなりすぎて倒れた部分もあったんですけど、婦人会が手刈りが大変こかさないでって言われたんですけど、まあそれもあれなんですけど、まあ教室できるのが30票ぐらいかな。30票ぐらいは教室できるかなと。今年は去年よりも玄米の価格が倍ぐらい上がってるんで、もうそっちの販売しようかなと。まあそれと2人ぐらいかな、どうしてもうちの米が食べたいっていう人がいるんで、それをちょっと7票ぐらいかな、30キロで売るようにはしております。順調ってことですね。まあ順調ですかね。はいはい。わかりました。じゃあ今からあれですか、学校行く感じ？はいはい。ちょっと吉川さんが当日来れないっていうんで、まあ荒台小学校を紹介しようかなと思うところです。じゃあ移動で。はい、行きましょう。今日はちょっと遅くなったんですけど、現場に行って、今日はちょっと時間があるんで、その荒谷小学校の一位貸しの苗の植え替えの棚をちょっと作って今日完成を見ました。吉川さんも時間があるっていうんで、遅い時間になりましたけど来てもらいました。ありがとうございます。でこの棚なんですけど、まあ最初はこういろいろこう考えてたんですけど、一番下までこう使うようにするために網をしてタヌキとかそういうのがこうそういう苗にいたずらをしないように、まあ、ちょっと工夫をしてみました。でまあ3段、これに8個なんですかね、苗箱があるんですけど、苗箱に8個ずつこう入れて全部で100個100本の苗を置けるような棚を作りました。2年間なので腐らないように、水性それをもう2回ほど塗って、あります。まあ、そんな形で、まあ、2年後、吉宮千年の森にみんなで植えようっていうことで、その段取りとして一応こういう棚なんかを作って管理しやすいように、作ってみたってことです。初めてなんですけどね、自由設計でやってみました。はい、そうですね。あさって宮西さんも来てもらって、まあ、ちょうど並行する年になるんですけど、2年後はその年の春に子どもたちと一緒に植えてもらおうかなと思って、まあ一ヶしっていう植木も知らないと思うんで、まあ、そういうのも知ってもらうことと、植えることと、まあ1000年先の夢を見るじゃないけど、まあ自分としては子どもたちにもそういう森林を分かってもらって、まあ木に対して夢を託してもらったりして、でまた将来の地域の夢もなんかこう一緒に
乗せて植林してもらえればなと思ってるとこです。まあ自分としてはこうもうこれ1回作ったんですけど、ここに持ってきて3回ぐらい修正をし直して今日で、まあ、3日目でやっと完成したんですけど、まあ、それくらいこうちゃんとしたのを作ってやらんといかんなっていう、思いがあってやってみたところです。まあ、あんまりうまくはないんですけどまあなんとかいやいや上手だと思いますよ。管理しやすいような形で、子どもたちももう楽しくこう管理できるようなものができればなと思ってで興味をそういうこう育てることに興味を持ってもらったりとかこうそれで休校になったりすることもあるんですけど、まあ、これから、まあ、みんな俺たちも寂しい思いはあるんですけど、寂しい思いじゃなくて新たな出発っていう思いでまあ植林を考えてっていうところもあるんですけどね、まあ、どういう時代もあるんで、それがその悲しいじゃなくて次のステップにつながるようなそんなものにしていければなと思ってるところです。楽しみにしておきます。はい、お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。